あなたが今月、将来のためにと、堅実なインデックスファンドに積み立てた数万円。いや、本当に素晴らしい決断だと思います。本当になかなかできることじゃないですよね。ですよね。でももしその数万円が、わずか3年から5年で10倍、つまり数十万円、あるいは数百万円に分ける。そんな構造が日本の株式市場の裏側に隠されていたとしたらどうしますか？まあ、気になりますよね、それは。ええ。今日もこの徹底解説を聞いてくださっているあなた、ようこそ。はい、よろしくお願いします。すでに NISA とか iDeCo をフル活用して、市場の平均点を取るインデックス投資を実践しているリスナーの方、かなり多いはずですよね。その金融リテラシーの高さは本当に称賛に値すると思います。はい、ありがとうございます。でも、インデックスの年利 5% から 7% っていう数字を見つめながら、心の奥底でこう思ったことないですかね？ほう、どういったことでしょ確かに手堅いんだけど、本当にこれで老後の資金問題に間に合うのかなとか、あるいはなんかニュースで見るプロの投資家たちはもっと全く違う次元のロジックで爆発的に資産を増やしているんじゃないかって。う。なるほど。その直感は鋭いですね。あ、鋭いんですか？はい。市場の平均点を取るのはもちろん大正解なんですが、プロたちはそれと並行して、ピンポイントで非日常的なリターンを取りに行く仕組みをちゃんと持っているんです。なるほど。それではこれを紐解いていきましょうか。行きましょ本日のミッションは、複数の投資分析レポートや専門資料を掛け合わせまして、プロの投資家が実践しているテンバガー、つまり株価が10倍に跳ね上がる銘柄を発掘するロジックの解剖です。う。はい。これをすでに投資の基礎をしっかり持っているあなたに向けて徹底的に深掘りしていきます。ただ、本題に入る前に重要な面積事項をお伝えさせてください。はい、ここは大事ですね。これからお話しする内容は、投資のメカニズムを解説する参考情報です。どんな手法であれ、株式投資に元本保証はなく、損失のリスクが常に伴います。そうですね。はい。インデックス投資のような分散型とは根本的に異なるリスク許容度が求められるということを冷静にご理解いただいた上で今日の考察をお楽しみいただければと思います。ここは絶対に忘れてはいけないポイントですよね。さて、インデックス投資が目的地に確実に着くための堅実な通勤電車だとしたら、今日私たちが探そうとしているのは、遥か上空に向かって飛んでいくロケットの作り方ということになりますね。ロケット。いい例えですね。まさにそんな感じです。そもそもテンバガーっていう言葉、野球の従塁打から来ているそうですが、日本の株式市場で10倍なんて正直宝くじを当てるような確率じゃないんですか？それがですね、宝くじと大きく違うのは、そこに再現性のある構造が存在するという点なんですよ。再現性ですか？会社指揮法なんかの長期データを見ると、日本市場だけでも3年から5年というスパンで株価が10倍以上になった銘柄っていうのは、5年や10年のサイクルで必ず複数出現しているんです。必ずですか？具体的にはどんな過去の事例があるんでしょうか？例えばですね、2013年から2015年にかけては、特定の医療系ベンチャーですとか、スマートフォンに組み込まれる極小部分のメーカーなんかが大きく躍進しました。スマホが爆発的に普及した時期ですね。その通りです。あとは2010年代後半から2020年代初頭にかけては、医療データの AI 解析を行う企業とか、特殊な電子部品メーカーの中から複数のテンバガーが生まれていますね。なるほど。でも、ちょっと待ってください。はい。過去のチャートを見て、後になってから、はい、これがテンバガーでしたねって解説するのは、誰にでもできますよね。まあそうですね。そういう銘柄がニュースのヘッドラインを飾る頃には、もう株価は上がりきっているはずじゃないですか。一般の投資家がそれを見つけるなんて、結局のところただの偶然とか運の要素が強すぎるんじゃないかなって思うんですが。ここで非常に興味深いのは、プロの投資家たちはこれを決して偶然とは捉えていないということなんです。偶然じゃない。彼らはニュースの派手なヘッドラインを見てから買っているわけじゃないんですよ。実は10倍に化ける企業というのは、成長の初期段階で必ずある特定の特徴を持った地味なサインを出しているんです。地味なサインですか？なんか世界初の大発明みたいな派手なプレスリリースではないんですか？全く違います。大衆の目を引くようなニュースが出るずっと前、例えば、ある大学との基礎研究に関する共同契約を結んだとか、へー。あるいは特定の産業向けにニッチな特許を取得したといった業界誌の片隅にしか載らないようなニュースです。なるほど、そういう地味なやつなんですね。ええ。
素人はふーんで見過ごしちゃうんですけど、プロはそのニュースが出る前から企業を3つのフィルターにかけて監視リストに入れているんです。3つのフィルター。でも、もしプロの機関投資家たちがみんなそのフィルターを使って有料な銘柄を探しているんだとしたら、結局彼らが巨額の資金で先に買い占めてしまって、私たち個人投資家が買う頃にはすでに割高になっているんじゃないですか？そう思いますよね。ええ、プロと同じ土俵で戦って勝てる気がしないんですが。実はそこが素晴らしい視点なんです。実を言うと、そのプロの巨額の資金こそが、機関投資家の最大の弱点であり、個人投資家の最大の武器になるんですよ。弱点が武器に？どういうことですか？それが第1のフィルター、時価総額300億円以下という条件に直結しています。時価総額300億円以下。つまりスモールキャップ、小型株ですね。なぜ大型株や中型株ではなくて、そこまで規模を絞り込む必要があるんでしょうか？おっしゃる通り、機関投資家って何千億円、何兆億円という顧客の資金を運用しているじゃないですか。ものすごい金額ですよね。彼らがある企業に投資する場合、一度に数十億円単位で資金を動かさないと、ファンド全体のリターンに影響を与えられないんですよ。確かにちまちま買ってたらキリがないですよね。そうなんです。でも、もし時価総額が100億円や200億円しかない小型株に、いきなり数十億円をドカンと投入したらどうなると思いますか？なるほど。発行されている株数がそもそも少ないから、プロが大量に買おうとした瞬間に株が暴騰しちゃって、適正な価格で買えなくなるわけですね。まさにその通りです。さらにですね、一つの企業の発行詰め株式の 5% や 10% を超えるような大量保有っていうのは、流動性リスクとかコンプライアンスの観点から、機関投資家の社内ルールで禁止されていることが多いんです。へー、そうなんですね。買いたくても買えない事情があるんだ。ええ。つまり、時価総額300億円以下の市場っていうのは、ウォール街や兜町の巨大なクジラたちが物理的に泳ぐことができないプールということなんです。巨大なクジラが泳げないプール。だからこそ私たちのような数万円、数十万円単位で動く個人投資家だけが誰にも邪魔されずに適正価格で仕込める専用の遊び場になるんですね。そういうことです。これはすごく腑に落ちました。では、その小さなプールの中でどうやって次に大きく育つ魚を見つけるんですか？小さい企業って大企業に比べて倒産なんかのリスクも高いですよね。もちろんです。そこで機能するのが第2のフィルター、オーナー経営者であることなんです。オーナー経営者。ええ。より厳密に言えば、会社の筆頭株主、つまり一番多く株を持っている人物が、その会社の社長や創業者自身であることを指します。なるほど。確かに熱意はありそうですけど、外部から招聘された優秀なプロ経営者じゃダメなんでしょうか？より大きな視点と結びつけてみると、これは単なる熱意の問題じゃなくて、資本と経営の利害の一致、つまりスキン・イン・ザ・ゲームの構造なんですよ。スキン・イン・ザ・ゲーム。未然を切っているかどうかですね。はい。雇われのプロ経営者の場合、極端な話、業績が少し悪化しても、自分の給与が下がるか、最悪クビになるだけで済みますよね。まあそうですね。生活ができなくなるわけじゃない。でも、オーナー経営者は違います。自分の個人資産の大部分が自社の株式そのものなんですから。自分の会社の株価が上がれば大富豪になれるし、倒産すれば全財産を失う。まさに背水の陣ですね。ええ。だからこそ、オーナー経営者は大企業が嫌がるようなリスクを取ってでも、革新的な事業に猛スピードで投資するんです。会社を成長させることが経営者個人の最大の利益になるという強烈なモチベーションが、意思決定のスピードと質を劇的に変えるんですよ。つまり、巨大なファミレスチェーンでマニュアル通りに働く雇われ店長じゃなくて、自分が全財産を注ぎ込んでオープンした小さな個人経営のレストランのそのシェフを探せということですね。その通りです。そりゃあ料理への本気度も絶対に店を潰さないっていう覚悟も全く違いますよね。実に適応した例えだと思います。過去のテンバガーを分析しても、その圧倒的多数がこのオーナー経営者が率いる企業だったんです。へー、データに裏付けられているんですね。ただ、いくら小さくて経営者が本気でも、それだけでは株価は10倍にはなりません。確かに気合だけで売り上げが10倍になるなら誰も苦労はしませんよね。ここからが本当に面白いところなんですが、資料を読み込むと、小さな企業が爆発的に成長するためには、個人の努力を超えた時代を動かすような巨大な追い風が必要だとあります。ええ。そして、そのターゲットイヤーが2026年だと。はい。
それが第3のフィルター、テーマ性です。テーマ性ですか。単なる流行りではなくて、社会のインフラそのものをひっくり返すようなメガトレンドにその企業が組み込まれているかどうか。特に2026年は3つの巨大なテーマが研究段階から実用化や社会実装へと一気に移行する転換点だと予測されているんです。リスナーのあなたにもぜひ一緒に考えていただきたいんですが、その3つのテーマ、ちょっと深掘りしていきましょうか。はい。まず1つ目は次世代半導体と AI ですね。でも AI なんてすでに巨大テック企業が市場を独占していませんか？今更日本の小さな企業が入り込む余地があるんでしょうか？もちろん AI の言語モデルそのものを作る勝負ならおっしゃる通り勝ち目はありません。ですよね。しかし重要なのは AI を動かすための物理的なインフラなんです。物理的なインフラ。爆発的に増えるデータ処理を支えるためには、より高性能な次世代半導体が不可欠ですよね。そして、その最先端の半導体を製造するための装置や、戦場に使う特殊な化学素材の分野では、実は日本の特定のニッチな中小企業が世界シェアの大部分を握っているケースが少なくないんです。なるほど。ゴールドラッシュの時代に一番儲かったのは、金を掘った人じゃなくて、ツルハシとジーパンを売った人だっていう有名な話と同じ構造ですね。まさにそれです。AI というゴールドを掘るための特殊なツルハシを作っている小さな日本のメーカーを探すわけだ。その通りです。そして2つ目のテーマが自動運転技術です。自動運転。これも大手自動車メーカーの独占場に思えますが。2025年から2026年にかけて日本国内の法整備が進んで、限定された地域でのレベル4以上の自動運転サービスが本格的にスタートします。ニュースでもよく見かけますね。でもここでもトヨタやホンダのような完成車メーカーを買うわけじゃないんですよ。なんせ時価総額300億円以下ですから。ああ、そうか。巨大すぎますね。狙うべきは車の周囲を正確に把握するためのライダーと呼ばれるレーザーセンサーの部品を作っている企業や、膨大な走行データを遅延なく処理したり通信したりするためのインフラ系ソフトウェアを開発している企業です。なるほど。大手が実用化に向けて動き出すとき、必ずこうした特定の技術に特化した小さな企業の部品やシステムが必要になるんです。大手企業も全てを自前で作れるわけじゃないですもんね。そして3つ目のテーマが宇宙産業です。はい、宇宙です。正直なところ、宇宙ってまだロマンの領域というか、私たちの日常生活からはちょっと遠すぎる気がするんですが。以前はそう思われていましたよね。でも、アメリカのスペース X 社などの台頭によって、宇宙開発の主役は国家プロジェクトから民間ビジネスへと完全にパラダイムシフトを起こしたんです。民間ビジネスへですか？2023年以降、日本でも宇宙ベンチャーへの投資が急増しています。ここで重要なファイのメカニズムがあるんですよ。それは何ですか？かつての宇宙開発って、莫大な予算をかけて全て特注品を作っていたんです。まあ失敗は許されないですからね。でも、民間主導になると、いかにコストを下げるかが一条命題になります。つまり、民製品、地上で使われている既存の部品を宇宙向けに転用する動きが加速しているんです。つまり、宇宙空間の極端な温度変化とか放射線に耐えられるような異常に高品質で頑丈な部品を安価に大量生産できる町工業のような企業が必要とされている。大正解です。日本の中小企業が長年培ってきた素材開発や精密加工の技術が突然宇宙産業のサプライチェーンとして再評価される。これが2026年に向けて起きている構造的な変化なんです。面白い。AI、自動運転、宇宙。すべて巨大なテーマですけど、私たちが探すべきは、その巨大なシステムの中でどうしても欠かせない特殊なネジを作っているような熱意ある小さな会社なんですね。そういうことです。理論は完璧に理解できました。でも私たち個人投資家はウォール街の金融マンではありません。じゃあ今日からその企業を探そうって思った時、具体的にどうやって見つければいいんですか？なんか高額な情報端末とかが必要なんじゃないですか？いいえ、そこが現代の最も素晴らしい点なんですよ。はあ。金融データの民主化が起きていまして、かつてはプロしか見られなかった高度なデータが、今はスマートフォン一つで、しかも無料で手に入ります。無料で？生活費ではなくて、あくまで余剰資金を使うという大前提を守れば、誰でも今日からこの分析を始められるんです。それはすごいですね。具体的にはどんなツールを使うんですか？単なる操作説明じゃなくて、どう情報を活用するのか教えてください。例えばですね、国内最大規模の口座数を持つ SBI 証券のスクリーニング機能です。はい、使っている人も多いと思います。これを使えば、
膨大な上場企業の中から時価総額300億円以下という条件を設定して、さらに AI や宇宙といった関連キーワードで一瞬にして銘柄を絞り込めるんです。そんなに簡単にできるんですか？ええ。そして抽出された企業の大株主情報を見て、社長の名前が筆頭株主にあれば、私たちが話した3つのフィルターを全てクリアしたことになります。ウォール街のアナリストが何日もかけて調べていたようなことを、私たちが通勤電車の中でスマホで数秒でできちゃうわけですね。そういうことです。さらに、楽天証券の口座を持っていれば、プロの投資家がバイブルとする会社指揮法のデジタル版を無料で閲覧できます。指揮法が無料で読めるのは大きいですね。ええ。ここで先ほどお話しした大学との共同研究のような小さなニュースがないか、事業内容を深く読み込むわけです。なるほど。地味なニュースを探すんですね。はい。また、マネックス証券の銘柄スカウターというツールを使えば、その企業の過去数年間の売上成長率とか、社長の株式保有比率などを非常にわかりやすいグラフで視覚的に分析できます。今は各社とも国内株の売買手数料が実質0円だったりしますし、環境は完璧ですね。つまり、これはどういう意味なんでしょうか？と言いますと、これまでのようにインデックスファンドに毎月自動で積み立てて老後の土台をしっかり固める。それはそのまま続ける。絶対に続けるべきですね。その上で週末の空いた時間を使って無料でアクセスできる機関投資家レベルのデータツールを開き、自分の頭で2026年の世界を想像しながら宝探しのようにスクリーニングをかける。コアとなるインデックスとサテライトとしての天馬川発掘を組み合わせる新しい投資のルーティンが完成するわけですね。そういうことです。毎日の株価の上下に一喜一憂するデイトレードではないんですよ。はい。プロと同じように週に一度ツールを開いて監視リストをアップデートして3年後、5年後の世界の実用化に向けて種をまく。この長期的な目線こそが個人投資家が勝ち残るための最大の秘訣なんです。さあ、あっという間に時間が来てしまいました。本日のハイライトをまとめましょうか。はい。株価10倍の銘柄をつかめる投資家とそうでない投資家の差。それは決して生まれ持った金融の才能でも運でもありませんでした。違いますね。時価総額、オーナー経営者、時代を変えるテーマという構造を理解し、無料で手に入るツールを使いこなし、そして何よりニュースになる前に自分で調べて動くという行動力の差でしかなかったんですね。そうですね。ただ、これに関しては、再度リマインドしておかなければなりませんね。はい、お願いします。過去のデータに基づく完璧な構造を見つけたとしても、それが未来の利益を 100% 保証するわけではありません。予期せぬマクロ経済のショックなどで企業が倒産するリスクは常にあります。そうですね。だからこそ、余剰資金でのアプローチが必須なんです。はい、心に銘じておきます。でも今日、このディスカッションを最後まで聞いて、プロのロジックを理解したあなたは、すでに圧倒的なマイノリティ、つまり知恵を持って行動できる側に立っていると思います。間違いありません。まずは今日お話ししたツールにログインして、条件を入力してみる。その今日の一歩が、数年後の資産を根底から変えるかもしれませんよね。これは重要な問いを投げかけていますね。個人投資家がテクノロジーの進化に直接資金を投じることができるというのは、単なるお金儲け以上の意味を持っていると思うんです。まさにそこです。最後にリスナーのあなたに一つの挑発的な問いを送りたいと思います。はい。今回はオーナー経営者の自分の資産を増やしたい、会社を大きくしたいという強烈な個人的欲望が株価10倍の原動力になるというメカニズムをお話ししました。では AI、自動運転、宇宙開発といったさらに巨大な2026年のイノベーションの裏側では一体どんな人間の欲望や情熱が渦巻いているのでしょうか。どんなに高度なテクノロジーも結局はそれを実現したいと願う人間の執念が生み出すものですからね。そうですよね。次にあなたがスマホで新しいテクノロジーのニュースを見たとき、単なる便利な技術として消費するのではなくて、その裏側でどんな小さな会社が、どんな熱意を持った経営者が必死にロケットの部品を作っているのか、ぜひ想像してみてください。それは素晴らしい視点だと思います。あなたのその知的な探求心が素晴らしい資産形成の旅につながることを全力で応援しています。それではまた次回の徹底解説でお会いしましょう。